どうもクーピーチャンネルです。今からですね、日本海最大の島佐渡島一周車中旅に行ってきます。この軽キャンピングカーインディ727に自分で設置した400ワットソーラーパネルとポータブルバッテリーのみ、ガスは使用せずに電気のみオフグリッド車中で一周目指します。今は朝の4時14分です。富山県の高速道路サービスエリアにいます。隣の新潟県に行って7時出発のカーフェリーに乗ります。フェリーの受付が1時間前なので6時直江津港に到着予定です。そこから2時間半の船旅で佐渡島に渡ります。どんな島なんでしょうか、楽しみです。3日間で島を回る予定です。天気予報は晴れなのでソーラーパネルガンガン電気発電してくれると思います。今回の設備の詳細は佐渡島着いたら時間ありますのでまた説明します。おはようございます。おはようございます。7時10分の船ご乗船ですかね。ありがとうございます。そして後ろのこのはみ出し分ですかね。これってなんか事前に申告とかあったりしますかね。いやしてないです。してないですかね。もしかしたらちょっと長さわかりました。ちょっと料金高くなってしまうかもしれませんので、わかりました。そちらでちょっとご了承の方お願いいたします。はい、到着しました。はい、じゃあ並びます。はい、ちょっとですね、今車両がうちのボックス、リアボックスで長くなるかもしれないんでちょっと測ってます。4メーター未満ですかね。4メーター未満。じゃあギリギリ大丈夫ですね。大丈夫ですか。大丈夫です。はい。ジャスト4メーター。本当ですか。わかりました。よかったです。ほっとしました。なんか長さが4メーター超えていると料金が上がるようです。で、このリアボックス含めて4メータージャストだったんで普通の軽自動車の価格で行けるようです。ネットの方で予約しましたんで手続きしてきます。すごい係員の方が話し合って騒然としています。多分こういった軽キャンピングカーのリアボックス付きは珍しかったんでしょうね。軽自動車1台大人1名で片道17,530円でした。その他佐渡島で使える割引券いただきました。なんかカフェやお土産屋さんとか割引になるようです。これがカーフェリーですね。なんかもっと小さいかなと思ったんですけど結構大きかったです。この乗り込む瞬間がたまらないんですよね。はい、動き出しました。それでは船の中入ります。部屋なんですけど2等室と1等室、そして特等室3つあります。で、今回一番安い2等室にしました。もうこんな感じで雑魚寝のとこですね。自販機があってカップヌードルとジュースは売っているようです。ちなみに1等客室なんですけど今誰もいてないんで撮ってます。こんな感じで自分専用の布団がある感じですね。仕切りはないんですけど自分のスペースはある感じです。ここいいですね。こんな感じでラウンジも利用できるようです。結構あらゆるところにこういったソファーありますんで自分の部屋よりもこっちの方が居心地いいかもしれません。はい、出港しました。景色綺麗なんですが海の上が霧がかかってます。佐渡島着いたら晴れて絶景が見れるのを祈ります。はい、ありがとうございます。毛布100円で借りれましたんでこちらで仮眠します。今日は朝早かったんですぐに眠れそうです。はい、とうとう到着しました。佐渡島上陸です。すぐ近くに公園ありましたんで一旦ここで車内のアイテム紹介します。
ここの公園は港全体が見えますんでロケーション抜群です。なんか本当に島という感じで別の世界に来た感じがします。新潟出るときは少し寒かったんですけど、ここはあったかい気がします。やっぱり島なんで気候も若干違うんですかね。ここから時計回りにぐるっと一周します。一周約280キロです。なんか聞くところによると佐渡島は熊がいてないようです。安心して車中できます。今回の旅のコンセプトはガスは使わずに電気だけで自己発電のみで回ります。主にこのソーラーの発電をポータブルバッテリーに貯めて一周目指します。佐渡島一周の車内装備なんですけど、まずは冷蔵庫、5チュールの15リッターの車載冷蔵庫を持ってきています。こちらバッテリーに内蔵されています。ここにバッテリーが内蔵されています。 AC コンセントと DC ソケット両方充電できます。今回お水は満タン入れてきました。ここに13リッターの生活用水タンクあります。こちらは歯磨きや洗い物などに使います。料理などに使うお水はこちらに入れてきました。クッカー類は狭い車内でもすぐ使えるようにこんな感じで木の台に置いて木を固定してずれないようにしてます。 IH 調理器に愛車用のフライパン、お湯を沸かすケトルに炊飯器、消火スプレー、このソファー下にも置いてます。電気鍋も持ってきました。今回何調理するか決めてないんでできるだけ対応できるようにいろんなもの持ってきました。でこのソファーの奥にゴミ袋系やラップや調理で使うクッキングシート、アルミホイルなどを置いてます。で調理中匂いがこもらないようにこれ換気扇、ここ開けて回すと匂いが排出されます。この横の窓にも昔に作った USB の4連ファンがあります。で今回ですね結構車内が暑くなりそうなんで、これは換気扇、空気を入れ替えるファンとして日中や夜暑かったら使えます。締め切ると暑いんですけど外の空気を取り入れてあげればかなり温度は下がります。ここにはシュラフ、その奥には緊急トイレ用のラップもあります。で凝固剤ありますんでラーメンのスープなど汁物、捨てるものが出ましたらこちらで固めます。ゴミはこのリアのボックスに収納して帰ってから捨てます。もしくは捨てれる場所、キャンプ場など車中泊する場合はそちらで処分します。肝心のソーラー発電システムなんですけど、ソーラーパネルはボージ RV の 200W フレキシブルソーラーパネルを2枚積んでます。合計 400W です。これ1年前に自分で屋根つけたんですけど、コーキングとかもまだ大丈夫ですね。しっかりしています。バッテリーなんですけど、こちら吉野の容量 2611Wh 定格出力 3300W の超大容量のポータブルバッテリーです。ソーラーパネルからポータブルバッテリーへの配線なんですけど、この線2つがソーラーパネルからの配線です。でこの切り替えボックスに一旦入れて、でこちら側にするとポータブルバッテリーで、上にレバーをするとサブバッテリー、このキャンピングカーにリチウムバッテリー積んでますんで、そちらに充電されるように自分で選べるように設置しました。で今現在もう全然対応出てないんですけど、約 91W 発電されています。さすが 400W のソーラーパネルですね。この曇りでも 100W 近く発電されています。バッテリー残量が現在 94% です。ここから電気消費してソーラーパネルで回復してっていうサイクルでいけるとこまで行ってみます。容量が結構あるので節電すればいけると思います。でこの照明に関してはこのキャンピングカーについてるサブバッテリーの電気を使います。というのも配線的にちょっと難しかったんで、これはもうこのまま使えます。なので照明以外の電気を全てこのポータブルバッテリーで賄う感じです。この吉野のポータブルバッテリー超大容量なんですけど、意外とコンパクトなんでこの軽キャンピングカーでも普通に置けました。今回メーカーさんからお借りしてるんですけど、よかったら買いたいと思います。このポータブルバッテリーいいなと思ったポイントなんですけど、この Amazon のサイトの説明見ていると温度がマイナス18度から60度まで対応できるようです。普通40度とかいっても50度ぐらいまでしか対応できないんですけど、60度だったら車に放置でも大丈夫ですよね。やっぱりこのぐらい大容量で重くなってくると毎回充電のために持って下ろすの大変ですよね。かなりキャンピングカー向きなポータブルバッテリーだと思います。というのもバッテリーの種類が固体電池だそうです。今ではリン酸鉄リチウムバッテリーが主体だったんですけど、より安全でより軽量なバッテリーの種類に変わっています。今のところこの吉野さんだけですよね。今回この上のスペース持ってないんで、こういった木のボックス置いています。でキャンプで使っているロープ、こちらで固定しています。で助手席回してますんで、こんな感じで助手席と一体になってずれません。かなり良さそうなポータブルバッテリーなんですけど、今回の旅で気になるのが AC コンセントを使うとき結構ファンがうるさいポータブルバッテリー多いんで、今回うるさくないか、その他使いにくいところはないか、その辺を確かめたいと思います。今から向かう場所なんですけど、まずは最南端の町を目指します。その途中地元のスーパーも寄って
地元の食材見てみます。なんかマップ今確認したら1分でスーパーあるみたいなんで、一度そこ行ってみます。うわ、すごい味のあるスーパーですね。こじんまりしてますが嫌いじゃないです。目の前の駐車場のところにはなんか特産品売っているコーナーがあります。野菜ですかね。うわ、すごい見たことない名前の魚やエビが売ってます。地元佐渡島で採れた新鮮なお魚たくさん購入しました。それでお魚冷蔵庫に冷やしていきます。この南蛮エビっていうのがすごい美味しいらしいです。店員さんに聞いたら今日の朝採れたての南蛮エビだそうです。今日の夜生でいただきます。それでは佐渡島最南端目指して安全運転で再出発します。さあ始まりました。なんか今は畑の綺麗なとこ走っています。なんでこの島っていうだけでこんなテンション上がるんでしょうか。もうすごい今回の旅ワクワクしてます。なんかやっぱり圧倒的に車が少ないですね。時間がゆっくり流れています。宿根木という佐渡島最南端の町に来ました。先ほどの小木港からはすぐでした。これ郵便局なんですけどめちゃくちゃ味ありますよね。で郵便局の駐車場が観光用に無料開放されています。小木宿根木郵便局です。今は見ることがなくなったこのレトロな郵便ポストもあります。街並みと最南端へ行きたいんですけど、その前にお腹空いたんでご飯の用意だけしときます。ご飯出来上がるときに水蒸気少し出ますんで、少しだけ窓開けました。家電関係の配線なんですけど、吉野のポータブルバッテリー、後ろに AC コンセントがあります。これが AC コンセントで、その上ここにあるのがソーラーパネル、今入力しています。でそこから延長コード配線こうやってはわして、このカーペットの下通ってでテーブルの下まで延長しています。でこれで家電使えるようにしました。今 AC コンセント使っているんでファンが回ったんですけど、すごい静かです。もうほとんど回ってないような静かさです。これから使っていって本体が熱くなってくるともっとうるさくなるかもしれません。この辺は使っていって体感します。今炊飯器の消費電力は約 240W です。そしてソーラーパネルから 120W 入力されてますんで、相殺されて 120W の消費ですね。ソーラーパネルのおかげで家電の消費量が半分になりました。ちなみにこのポータブルバッテリーはソーラーパネル 600W まで対応しています。すごいですね。晴れの天気予報だったんですけど、少し雨が降ってきました。ソーラーパネルの発電量が心配です。うわ、ここすごいですね。街が一望できます。宿根木は江戸後期から明治初期にかけて発展。入り江に面して民家100棟ほどが密集する街並みです。国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。この屋根、かやぶき屋根すごいですね。確かに江戸時代の感じがします。当時の人もこうやって同じ風景を見てると思うとなんかロマンを感じますね。では街並み見てから最南端に行きます。うわ、この道たまんないですね。なんか本当に昔にタイムスリップしたような空間です。ここですね。宿根木海岸。ここは佐渡島の最南端になります。たらい船の観光もあるようです。あそこには洞窟のような遊歩道があります。ここが最南端なんですね。今日は海、霧がかかっていてはっきり見えないんですけど、晴れていったら本州見えるんでしょうか。最南端到達の記念にジャンプしようかなと思ったんですけど、結構人いてるんで最北端に取っておきます。それでは車戻ってお昼ご飯いただきます。ご飯もいい感じに温まってると思います。うわ、すごい暑いです。軽く換気したんですけど熱がこもってます。ここに温度計設置しています。車外の温度が現在 19.8 度、車内は 27.4 度。かなり中は暑くなってます。このベンチレーターで換気していきます。
後ろも換気していきます。こっち側のベンチレーターはインにします。でこちら側は排出にします。これでここから空気が入ってこっちに出ます。もう一瞬で涼しくなりました。これなら車内でご飯食べられます。はい、ご飯はもう保温になってます。炊けてますね。熱々です。おかずなんですけど、先ほどのスーパーでこの佐渡産のヒラマサという焼き魚売ってました。初めて食べます。どんな味するんでしょうか。あとはこちらも佐渡産の山菜天ぷらタラの芽、こちらもいただきます。こちらは電子レンジはないので愛知チョロキとフライパンで温めていきます。タラの芽は塩でいただきます。魚のヒラマサは結構スパイスかかっていたんで、もうそのまま食べます。ご飯美味しそうです。炊飯器は水蒸気がついています。で軽く拭いて、その後ウエットティッシュでも拭いておきます。さあ、ヒラマサどんな味するんでしょうか。それではいただきます。ごちそうさまでした。やっぱりここでしか食べられない食材食べるのって本当に贅沢ですよね。このヒラマサの魚の皮なんですけど、鱗ついてたんで今回残しました。洗い物出ないように下にラップも敷いてました。なので全く汚れてません。あとはもうウエットティッシュで拭いておきます。はい、これで再出発します。ポータブルバッテリーなんですけど、調理して残量が 99% ですね。全然減ってないですね。むしろ増えてますね。この大容量ソーラーパネルとポータブルバッテリーの相性すごいですね。永遠に調理できそうです。次向かう場所なんですけど、なんと佐渡島最西端がですね、ここ最南端からすぐ近く、車で10分ぐらいのところにあります。もうこの調子だったら1日で島回れちゃうんじゃないかっていうぐらい早いですね。とりあえず向かいます。海が見えてきましたね。ここからは海岸線をずっと走行します。今日車中泊する場所まだ決めてないんで、もうちょっとしたら場所決めていきたいですね。あの灯台ですね。あれが佐渡島の最西端です。すごい断崖絶壁です。今日は穏やかですが、荒波でこんなにも削られたんですね。ここを歩いていったら行けるようです。灯台の前に岡の平遺跡、ここは江戸時代後期に異国船の来襲に備えて大砲の台場を構築したそうです。確かに佐渡島は外国の船も来やすそうですね。はい、佐渡島最西端到達しました。沢崎花灯台、佐渡島最西端にある灯台。しかし佐渡島は熊がいないっていうだけで本当安心です。佐渡島は本当地形が面白いですね。なかなか本州では見れないような面白い形の岩がたくさんあります。もうあの岩なんかは誰か人間が建てたんじゃないかなっていうぐらい面白い形してます。次なんですけど、ここから佐渡島を北上していきます。で、お風呂や車中スポットそろそろ探したいですね。佐渡島のちょうど真ん中あたりまで行くと無料のキャンプ場や海水浴場の駐車場などが車中スポットとして使っている方が多数いるようです。このロケーションですもんね。どこの駐車場も絶景スポットだと思います。
トイレ付きの場所も多いようなんで、もういいとこ見つかったらそこで車中泊します。はい、現在時刻夕方の4時過ぎました。で、日も少し暗くなってきました。佐渡島の真ん中あたりなんですけど、この辺はもう本当に普通の街です。民家もたくさんあり、お店もたくさんあります。とりあえずお風呂入ります。あ、ここいいな。かなりロケーションのいい駐車場があります。行ってみます。お風呂行く途中にすごいいい場所だったんで寄ってみました。目の前見てください。このロケーション最高ですね。向こうにトイレもあります。駐車場はかなり広いです。海へはこんな感じで階段のように降りれます。反対側も永遠に続くこの海岸線、最高ですね。街灯もあるんで夜は着きそうですね。はい、今ネットで調べたらこの場所車中泊してる方結構いらっしゃるみたいなんで、今日はここで車中泊します。明日晴れてくれたら絶景が拝めそうです。あとは地元のヤンキーのたまり場になってないことを祈るだけです。一旦お風呂行ってまたここに戻ってきます。あれ、やってない？休館日、毎週月曜日、今日火曜日なんですけどね。あ、月曜日が祝日の前は翌日の火曜日、昨日祝日の月曜日だったんで、今日振り替えの休みなんですね。やっぱり Google マップの営業は当てにしちゃダメですね。仕方ないですね。こっから15分ぐらいで別の温泉あるみたいなんで、そこ行ってみます。あ、誰か間違えて来てますね。やってないんですよね。ここですね。金井温泉。温泉のようですね。次は前もって電話確認したんで、間違いなく空いています。今回の旅、着替えはリアボックスに入れてます。それでは一風呂浴びてきます。すっかり暗くなりました。大きい湯船が一つだけの温泉でした。結構高温だったんで、もう今でも体がポカポカです。いやー、気持ちよかったです。このままビール飲みたいですね。それでは先ほどの駐車場戻ります。うわ、日暮れると全然街灯もないんで真っ暗ですね。日が昇った時はすごい景色いいんですけどね、夜になるとすごい怖く感じます。駐車場戻ってまいりました。街灯はついてないですね。前の民家がありますんで、そこの街灯がついてるだけです。車中泊のセッティングしていきます。フロントはこの簡易シェードしておきます。やっぱりすぐ後ろが海なんで、海風がきつくて結構寒く感じます。程よく車中泊されてる車もいたんで良かったです。あ、キャンピングカーも何台か車中泊されてますね。ここがトイレなんですけど、電気消えてますね。ちょっと入ったらつくタイプですね。良かったです。なんか目の前にはいい感じの居酒屋さんがありますね。それでは車内戻って晩ご飯にしたいんですけど、ちょっと斜めってますね。ギアが下がってます。カースロープで調整します。ほんの少しだけ乗せました。これで水平になっていると思います。車内はこのカーテンしてこれで完了なんですけど、今日はポップアップちょい上げしておきます。せっかくなんで少しだけ上げておきます。全部上げちゃうと今日風強いんで揺れると思います。はい、ちょい上げポップアップ完了しました。これ上げてないと結構天井頭スレスレなんですけど、上げることによって20センチぐらい上がりますんで、かなり快適になります。ポータブルバッテリーは現在 99% です。今日曇りだったんですけど、ソーラーパネルが 400W と大容量なんで常時 100W ぐらい入力されていたので、少し使うぐらいでしたらすぐに満タンに戻りました。さあ、あとはもうお楽しみの宴なんですけど、今日はビール飲まないでおこうと思ってました。でもせっかく念願の佐渡島一周の1日目ということで、一杯ぐらいいいですよね。すいません、
行かせていただきます。それでは新鮮なお刺身いただきます。今日取れたばっかりの佐渡島産の南蛮エビ、これ甘エビらしいです。それと倍貝、あとは佐渡島産のサーモンですね。こちらも美味しそうです。わ、美味しそうですね。完成しました。佐渡島産の刺身です。醤油差しがないのでこの紙コップカットします。それではいただきます。まずは南蛮エビから。ごちそうさまでした。刺身たくさんあったんでお腹いっぱいになりました。明日からもこの新鮮なお魚たくさん食べられると思うと旅が楽しみです。さあ、あとは眠たくなるまでゆっくり過ごします。ちょっと照明暗くしてリラックスします。いやー、この空間最高です。すごいリラックスできます。なんか横になっているとすぐに寝そうです。寝落ちする前に先に歯磨きとベッド展開しておきます。おはようございます。昨日疲れていたのか、もう記憶なく寝ていました。予約も取らずに疲れたらそのまますぐ寝られる車中泊っていうのは一人旅との相性はバッチリですね。しかもここ佐渡島は海岸線沿いに車中泊スポットがたくさんあります。魚も美味しいし、あと1ヶ月くらいここに降りたい気分です。今現在の外気温が 13.7 度、中が 17.6 度です。暑くもなく寒くもなく、車中泊にはぴったりの季節でよく眠れました。いただきます。周りの景色どんななんでしょうか。見に行きたいと思います。その前にシュラフ片付けて着替えます。今日の夜もまたシュラフ使いますんで、もうこの収納袋に入れずにこのままここに入れておきます。そしたら用意も一瞬ですね。朝ごはん用にこのレトルトのご飯だけ温めておきます。うわ、すごい海風がひんやりして気持ちいいです。この佐渡島の間野湾を一望できます。海岸線左右ずらっと端まで
かなり歩いていけますんで、ちょっと散歩してから車戻ります。なんか海見ると小さい魚がたくさん泳いでます。この辺はやっぱり餌も豊富なんですかね。ここの海は遠浅ですごい透き通っています。佐渡島ってすごい荒波のイメージだったんですけど、ここは湾になってるんで穏やかです。すごい運動になりました。海風で少し体冷えたんで、あったかいご飯いただきます。朝ごはんなんですけど、昨日食べた南蛮エビ、そちらの頭だけ取っています。これ軽くフライパンで炙って煮込むといい出汁出るみたいなんで、熱々の味噌汁いただきます。この電気鍋使っていきます。で、炒めていきます。もう香りがね、すごいエビのいい香りします。それではいただきます。ごちそうさまでした。佐渡島での初めての朝食だったんですけど、最高の朝ごはんになりました。まだまだ島を回るのでいいスタートが切れました。お皿は汚れ防止するためにクッキングシートやラップを敷いていたんで汚れてません。上でティッシュで拭くだけで大丈夫ですね。エビの味噌汁で作ったこちらの鍋は水で洗っていきます。あれ、水が出ない。タンクもまだまだ入っていて使いたいんですけどダメですね。ちょっと原因がわかんないんで今回はもう使うのやめておきます。ここにアルカリ電解水置いてますんで、このアルカリ電解水とティッシュである程度汚れ取っていきます。そして最後にウェットティッシュで拭いておきます。はい、見た感じもう汚れは全くついてないです。一旦これでいって、で旅終わってからまた家できれいに洗います。はい、片付け完了です。水が出ないのはかなり痛いトラブルですが、キャンピングカーのこのポンプの故障って結構あるあるなんですよね。なのでいつ水が出なくなってもいいようにこういったもの持ってきといてよかったです。ポータルバッテリーの残量は 90% とあんまり減ってないんですけど、一応ソーラーパネルでまた充電しておきます。空は少し雲があります。太陽も少し隠れているこの状態で234ワット発電されています。この調子だったらポータブルバッテリーもすぐに満タンになりそうです。それでは今からこの海岸線ずっと走って佐渡島最北端目指します。出発できるようにこのレベラーとポップアップを下げます。若干空は曇ってるんですけど、うっすら太陽も出ていてとても気持ちいいだれぼ日和です。今日は海岸線をずっと走りますので最高の佐渡島車着旅になりそうです。ここから少し山の方に行ったら佐渡金山があるらしいんですけど、今回目的が佐渡島一周なんで、そこ行ってしまうと時間的に間に合うか分かりません。でも海岸線一周ルート沿いに佐渡金山の関連施設で天空の城ラピュタのような場所があるみたいなんで、そちら行ってみます。
到着しました。意外とすぐでした。もうなんか異様な建物が見えています。早速行ってみます。なんか広場になってますね。うわ、すごい光景ですね。本当に天空の城ラピュタに出てきそうです。佐渡金山から取れた鉱石の処理場ということで、当時はこんな苔も生えてなかったと思うんですけど、こういった当時は最先端の人工物でも時間が経てば自然の草木や苔が生え、こんな光景になるんですね。本当に映画に出てくる未来の都会のようです。ライトがところどころありますね。夜はライトアップされるんですね。いや、いいもの見れました。近くの愛川無料市営駐車場に来ました。ソーラー発電だけで行くオフグリッド佐渡島一周3分の1ぐらい終えました。1泊2日車中泊してみて思ったことは、春の車中泊は電気だけで余裕ですね。ガスがなくても何泊でも旅できそうです。現に今ポータルバッテリーの容量満タンです。ただ昼は車内ちょっと暑くなってきたので、ポータブルクーラーなど使えば状況は一転しそうです。自分的には今年の夏は DC12V クーラー、このインディ727に DIY で設置チャレンジしてみたいです。そうなるとどこでも行ける最強の軽キャンピングカーになります。そして初めての佐渡島は車中泊旅には最高の場所だと分かりました。人も少ないトイレ付きの絶景駐車場がいくつもある。ただ道の駅は島で一つしかなくて RV パークに関してはゼロです。海沿いの絶景駐車場は綺麗ですが、夜は真っ暗なので初心者向きではなく中級者向きの場所かもしれません。初めての車中泊旅の方はキャンプ場いくつかあるようなので、そちらを利用すれば快適に過ごせそうです。今回の旅の後半は島に一つしかない道の駅も寄りたいです。そして今回初めて使用した固体電池のポータブルバッテリー、これかなりいいですね。良かったのが静かだったことです。 AC 出力時のファンがかなり静かでした。このぐらいのファンの音量なら夜寝る時も気になる人はいないと思います。この長方形の形に秘密がありそうです。ファン回ってる時はここから空気吸い込んでました。で、全体冷やしてここから出ます。なので効率がいいんだと思います。何よりコンパクトで安全性高いのは車に搭載する上で嬉しいですね。一方いまいちだったのが、これアプリ接続できるんですけど、何回やっても Bluetooth で接続できませんでした。 Wi-Fi 経由でしたら接続できました。旅先で使用したので Bluetooth で直接接続したいです。家のインターネット環境がある Wi-Fi 経由でしたらつながりました。ただ家が離れると Wi-Fi 環境ではつながりませんでした。この辺はまたメーカーさんに聞いてみたいと思います。あと気になったのはこの AC 出力のスイッチが裏だったんで使いにくいんですけど、それもアプリがつながると問題ないと思います。あとは価格ですね。今主体のリン酸鉄リチウムバッテリーに比べると割高になってしまいます。この辺は普及して下がってくることを願いたいです。車中泊の未来は明るいとこのバッテリーを使って感じました。さあ、それでは佐渡島一周車中泊旅後半行ってきます。